皆さんこんにちは。こんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。よしのりです。今回の動画ではこのレモンを描きます。なんで？このレモンなんですけれども、僕も今までね何枚かデッサンで描いたことがあるんですけれども、なんというかいまいちだったんですね。でどこがいまいちかっていうと、このレモンの表面のこの光が当たってる明るい部分なんですけれども、ちょっと艶があって光ってますよね。で柑橘系の、果物にはこの表面がボツボツした感じがあるんですけれども、これがねなかなかうまく描けない。なんとか頑張って鉛筆なり木炭なりでこの表面のブツブツ描くんですけれども、なんか出来上がったものを見るとなんか上から砂を振りかけたようにしか見えなくって、なんかいまいちだなっていうのはね思ってたんですよ。しかしこのホワイトブースターね、これがあります。もしかしたらこれを使えばレモンの表面、日向部分の明るいところがしっかり描けるんじゃないかなと思いました。というわけで今回のモチーフはこのレモンです。なるほど。ということでこのよしアートチャンネル、楽しく自分のペースで絵を描きたい方のために画材の使い方、それから絵の描き方などさまざまなアートな情報をお届けしています。ぜひ興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから高評価などもいただけるととても嬉しいです。では早速おなじみのアートライアングルからこのレモンをじっくりと観察したいと思います。モチーフはカットしたレモンを加えてこのように配置しました。テーブルにモチーフを配置して椅子に座って写真を撮ったのでこんな感じで見えています。まずはアートライアングルの見るです。カットしたレモンに注目します。柑橘類の果肉はこのようにいくつかの部屋に分かれていますよね。これを上納と言います。上納の外側の中央部分が少しだけ角っぽく曲がっています。ピンク色の丸の部分です。他の上納の外側にも同じように角っぽい形がありますよね。上納と同じ数の角があるということです。今度は右のレモンを見てみましょう。ピンクの線は角です。ここを境に面が変化しています。つまり上納の数だけ外側に角があるということなんですけれども、これってとても大事な情報なんじゃないかなと思いますね。なんとなく角があるなっていう感じで描くのと比べて、やはり内側の上納の形が外側に影響してあるんだという意識で描くっていうのは、ちょっとこれね出来上がる作品に違いが出てくるんじゃないでしょうかね。リアルさというかなんというか、そういう感じで影響があると思います。そうなん？そしてこの方向の角による面の変化もあります。レモンの外側にはこのように角、つまり稜線ですね。そして面の変化があります。以上のことからハイライト、つまりホワイトブースターでどこをどういう形で描けばよいのかっていうのが分かってきました。ということでこれまでのことをサクッとまとめると、なんというか自然界に存在する形には全て意味があるということですかね。ごめん、ちょっと何言ってんだかわかんないんですけど。ではこれからデッサンを
きます。紙の中心とモチーフの中心を合わせます。まずは全体の形を大きく捉えます。カットされたレモン、上納が8個なので角が8箇所あるということですね。左側のカットされたレモンの断面は角をしっかりと描きました。右側のレモンも角、つまり両線を描きつつ同時に面の形も捉えました。明暗の調子を描いていきます。右側のレモンは両線に沿って明暗の変化をつけています。テーブルに落ちる影もしっかりと暗くしましょう。柑橘類特有の果肉の細かい形も描いていきます。レモンの皮の表面のボツボツしたテクスチャーも描いていきます。さあ、これからホワイトブースターを使うんですけれども、ちょっとこれをご覧ください。ピンク色に塗られた箇所は一番明るい部分です。ちなみに Photoshop の自動選択ツールを使っています。見事なまでに綺麗な四角ですよね。レモンの形がここまで幾何学でいたとは思いませんでした。つまりホワイトブースターでこの面の形を描けば良いということになります。ハイライト面の形ですからね。では実際にホワイトブースターで幾何学的なハイライトの形を描きます。今画面を机の上に置いて描いてるんですけれども、やはりペン先を下にした方がインクの出がいいようですね。もちろん画面を立てて描いたとしても全くインクが出ないということではないんですけれどもね。次にカットされたレモンの断面部分にもホワイトブースターを使います。このままだと線が太いので鉛筆で周りを塗って線を細くしたり、それから明るすぎる部分は薄く上から鉛筆を重ねて明度を調整します。画面全体の明暗のバランスを整えましょう。はい、レモンのデッサン完成です。知らなければ描けない形、知っていれば描ける形、いくつかありましたよね。レモンには大きく面が変化している箇所、両線なんですけれども、それがいくつかありました。それはその内側にある上納の数と同じ。それから面の形も部分的にはかなり幾何学的な形だということも分かりました。
繰り返しになりますが、そういうことを知らなければ書けない、知っていれば書ける、この差はとても大きいと思います。たかがレモン、されどレモンという感じですね。とにかく見る、考える、書く、この3つのプロセス、これらをしっかりとやること、それからホワイトブースターの使い方など、今回の動画で皆さんにお見せしたこと、これらがこれからの皆さんの制作に役に立つことを願っています。自然は奥が深いですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回はこのレモンをホワイトブースターを使って描いてみました。できたデッサン以前よりはマシになったんじゃないかなというふうに思います。ということで、これからもこのホワイトブースターを使って様々なデッサンにチャレンジしていきたいと思います。ということで、今回の動画はこれで以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。それでは皆さん、さようなら。